こんにちは、ちいえかだわん。こんにちは、このみだわん。前回は中型犬についていろいろ知ることができて、とても勉強になったよ。前回は中型犬の特徴や性格、しつけ、かかりやすい病気、年間費用、寿命、長生きさせるコツについて紹介したよ。今回も中型犬について紹介していくからぜひ聞いてほしいな。前回、たくさん知ることができたからもっと詳しく知りたいな。中型犬について詳しく紹介していくから楽しみにしててほしいな。今回も興味深く聞いているね。中型犬の飼育でメリットはあるの？中型犬を飼育する場合は大型犬を飼う時のような広いスペースを必要としないんだよ。餌を食べる量も大型犬より少ないから餌代の負担も軽くなるよ。他にもトリミングサロンとかペットホテルみたいにサイズによって料金が異なるサービスでも利用料金が抑えられるんだ。大型犬よりは買いやすそうだね。逆に中型犬を飼育する上で注意することはあるの？中型犬の飼育のメリットと注意点。中型犬は前回の動画で紹介したように体力のある犬種が多いから運動量を確保する必要があるんだよ。前回の動画でもそんなことを好みが言っていたね。運動不足になるとストレスや肥満、病気の原因になるから十分に注意しなければならないんだ。1日にどれくらい運動すればいいの？柴犬の場合は30から40分くらいの散歩を2回、ボーダーコリーやウェルシュコーギーは60分以上の散歩を2回くらいを目安に。犬種によっても運動量が違うんだけど、だいたいこれくらいの運動量が必要なんだよ。いっぱい運動することでストレス解消できそうだね。あとは少しでも長く一緒に暮らすためには、ママがきちんと健康管理をしてくれることも大切だよ。日々の食事管理や運動管理はもちろん大切で、他にも定期的に動物病院で健康チェックしてもらったり、ママたちの義務である狂犬病予防ワクチンの接種も必ずしてほしいな。私と好みはママが定期的にかかりつけの動物病院で健康チェックをしてくれているし、狂犬病予防ワクチンもちゃんと打ったから安心だね。中型犬は最近では室内飼いされることも多くなってきたから、室内で飼う場合の注意点もあるんだよ。どんなことに注意すればいいの？まず中型犬を室内で飼育する場合の注意点は怪我の予防、床、段差、階段が大切なんだよ。一般家庭ではフローリングの床が多いんだけど、土に爪を食い込ませて歩いたり走ったりする私たち犬にとっては、硬くてツルツルしたフローリングはとても歩きにくい場所なんだ。だからフローリングにペット用のカーペットを敷いたり、滑らないコーティングをしてくれると嬉しいな。確かにフローリングってすごく歩きにくいもんね。階段や玄関とかの段差は中型犬でも転んだり滑ったりして思わぬ落下事故で怪我をしてしまうことがあるから、柵を設置したり犬の移動範囲を限定するなどの対策をしてほしいな。柵を設置するのも大切だけど、犬のしつけも同時にしっかりしてほしいんだ。どうしてしつけすることが大切なの？中型犬はジャンプする力が強いから、ほとんどの場合は柵を飛び越えてしがらみ外へ飛び出すことができてしまうんだ。柵把握まで対策の一つだから、しつけをちゃんとすることで飛び出しや脱走防止につながるんだよ。好みの説明を聞いてよくわかった。室内で中型犬を飼う際に気をつけなければならないもう一つのポイントは誤飲だよ。私たち犬には強い好奇心とか収集癖があるから、床に落ちているものや棚の上にあるもの、テーブルの上にあるもの、いろんなものが目について興味を示してしまうんだ。確かに私もいろんなものに興味を示しすぎて、時々ママに叱られることがあるよ。私たち犬は物を確認するときに匂いを嗅いだり、物をかじってしまうことがあるから、対象物が小さいと間違って飲み込んでしまうことがあるんだ。非常に小さくて丸いものだったら自然に便と一緒に排泄することができるんだけど、尖っているものを飲み込んでしまうと食道や腸の壁を傷つけてしまうし、腸に詰まって腸閉塞を起こすこともあるんだ。誤飲ってすごく怖いんだね。他にも観葉植物の中には中毒を起こす種類があったり、土の中に寄生虫がいて私たちに寄生してしまうなど、命の危険にさらされてしまうこともあるんだ。あとはママが飲んでいる薬を間違って飲んでしまうことで薬中毒になることもありえるんだ。ゲージの外って私たちにとって危険なものがいっぱいなんだね。だから私たち犬がいる室内にはできるだけ物を置かないでほしいな。観葉植物とか薬を置くときも絶対に私たちが届かない場所に置いて管理してほしいよ。
怪我と誤飲はママたちが対策してくれることで、8割は防ぐことができるから私からお願いしたいな。ママとできるだけ長く一緒にいたいから、私からもお願いしたいな。では、中型犬のメリットと注意点については以上だよ。次は中型犬の子犬がどこで引き取れるかについて、詳しく紹介していくね。中型犬の子犬はどこで引き取ることができるの？まずはペットショップで購入することだよ。ペットショップは小型犬の子犬が多いイメージだけど、柴犬とかはペットショップでも購入できるんだ。確かにペットショップに行くと、小型犬ばかりだけど中型犬も何頭かはいるよね。他にも、中型犬を飼育しているブリーダーから買い付ける方法があるよ。ブリーダーから買えば、きちんとした入手ルートから購入することができるし、場合によってはちゃんとした血統書付きで譲渡としてくれることがあるんだ。ブリーダーから買えば、安心して中型犬の子犬を飼うことができそうだね。あとは前回も紹介した保護犬を引き取ることだよ。保護犬は小型犬も多いけど、中型犬もいるから、保護犬譲渡会や里親募集を調べて引き取るのがおすすめなんだ。行き場のなくなった保護犬を引き取るのは、私たち犬にとっても幸せなことだから、私からもおすすめするよ。中型犬の中でも、日本にあんまりいない珍しい犬種は外国から輸入して取り寄せる方法もあるよ。以前に日本で珍しい犬種について紹介したから、その動画もぜひ見てほしいな。あの動画では、日本に数頭しかいない珍しい犬種ばかりだったね。ただし、輸入の機会が少ないことと、お値段が高めに設定されていることは注意してほしいな。中型犬の子犬って、いろんな方法で飼えるんだね。どの方法か迷っちゃうな。知恵かみたいにどの方法で中型犬の子犬を引き取るか迷っている人は次の方法がおすすめだよ。まず犬種をあまり気にせず、ちゃんとした店から子犬を飼いたい人はペットショップがおすすめだよ。一番メジャーな方法だね。ただし、ペットショップの場合はある程度成長している場合があるから注意してほしいな。希望する犬種がいて、血統を気にしたり、子犬と触れ合って見学したい人はブリーダーから飼うのがおすすめだよ。以前に紹介してたけど、好みもちえかもママがブリーダーの元に来て引き取ってくれたんだもんね。ブリーダーから飼うと、生まれたばかりの小さい頃からママたちと触れ合って決めてもらうことができるよ。ただし、ブリーダーから飼う場合は値段設定はブリーダー側が決める場合が多いから注意してほしいな。犬種を気にしないで、行き場のない犬を引き取りたい場合は、保護犬譲渡会や里親募集で保護犬を引き取るのがおすすめだよ。とにかく中型犬を飼いたい人とか、保護犬を助けたい人はこの方法が一番いいかもね。ただし、保護犬は過去に虐待されたり、飼育放棄されてトラウマを抱えて人間に近づかない犬もいるから、餌を食べたり人に慣れるまで時間がかかる場合が多いからその点は注意してほしいな。辛い思いをしてきた保護犬も多いんだね。以上が中型犬の小型犬を引き取る方法について紹介したよ。最後は中型犬の人気種について詳しく紹介していくね。どんな犬種が人気なの？まずは柴犬だよ。柴犬は昔から日本人に馴染み深い犬種で、攻撃的で警戒心が強いから番犬向きなんだ。柴犬は日本でもよく飼われている中型犬だね。次はウェルシュコーギーだよ。コーギーは同調単足で愛らしい見た目と、好奇心旺盛で社交的な面が魅力だよ。見た目が愛くるしい中型犬だね。次はボーダーコリーだよ。ボーダーコリーは全ての犬種で最も賢い犬と言われていて、活発で凄まじいスタミナを持つから、ドッグスポーツに向かいてるよ。インテリな中型犬だね。次はアメリカンコッカースパニエルだよ。中型犬の人気種。この犬種は長く滑らかな体毛と知的な顔立ちが特徴で、活発で従順な性格をしているんだ。貴族が飼っていそうな気品あふれる見た目だね。最後はスピッツだよ。日本でも家庭犬としておなじみで、今はブリーダーの努力でおとなしい性格になってきたんだ。真っ白で可愛らしい中型犬だね。以上が人気の中型犬の犬種だよ。今回は中型犬について詳しく紹介してきたよ。中型犬についてよくわかった。中型犬の飼育法や子犬、人気種を知ることができてよかったよ。中型犬は運動不足や健康管理、室内で飼う場合には怪我や誤飲に気をつけてほしいな。餌代やトリミング代などは大型犬よりも費用が抑えられるメリットもあるんだよ。中型犬の飼育方法を事前に調べてから、中型犬の子犬を迎えてほしいな。この動画では他にも犬の動画を投稿していくから楽しみにしててほしいな。
この動画を見て新たな情報や感想があったら、気軽にコメント欄に書いてくれると嬉しいよ。この動画が参考になったと思う人はぜひ、高評価とチャンネル登録を押してくれると嬉しいな。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。